皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、先週話題となった買収案件角川について取り上げたいと思います。こちらの銘柄に買収を計画していると噂されたのがソニー。そしてソニーがなぜこの角川を買収するかと言いますと、ソニーインタラクティブエンターテインメント SIE というゲームエンタメを扱う企業ですね。こちらとのシナジー効果が認められるというお話。これに対して割を食ったのがバンダイナムコです。今回噂となっている買収案件についてなぜこの3社の株価が反応しているのか、そしてそれぞれの銘柄に対してどれくらいの株価反応が妥当なのかというのを具体的に考え方をご紹介していきたいと思います。一応今回のお話を聞いていただければ、本案件に限らず他の銘柄で買収の噂が出た時にどれくらい株価反応しているのか、そしてそれが妥当なものなのかというのがご理解いただけると思います。まずは今ご紹介した3社と、今回ソニーが買収をかけるにあたって最もターゲットとしていると言われる企業、これを取り巻く大雑把な関係性をご紹介したいと思います。まず角川ですね。ここには本案件最大の注目となる子会社が存在します。おそらくこちらの動画ご覧いただいている方は皆さんご存知と思いますが、フロムソフトウェアという子会社。これが非常に収益性高くて、数々のゲームソフト、大ヒットしているものを作っている企業になってきます。これに対して今回ソニーインタラクティブエンターテインメントとのシナジー効果ですね。これが認められるというふうにソニーは考えているわけです。そしてすでにこのフロムソフトウェアに対してソニーの子会社は資金の投入を行っています。ここ数年の間にフロムソフトウェアが何度か資金調達を株式の発行に伴って行ってきたわけですけれども、大体それに応じてきた中心となっているのがソニーという状況です。一方でバンダイナムコに関しては、資金投入を行っているわけではありませんが、フロムソフトウェアと密接な関係性があります。それがゲームの開発であったり、販売網について提供をしていると、リソースを提供していると、そういった関係性になっています。ですので、バンダイナムコからしたら今回ソニーが角川を買収するとなると、このフロムソフトウェアの収益源というのが失われる可能性があるということで割を食ったわけですね。いかにフロムソフトウェアの収益性が高いのかと、どのようなゲーム開発しているか、最近一番流行りのものですとエルデンリング、あるいは以前からの有名なタイトルですとダークソウルズであったり、アーマードコアといったところ、こういった日本に限らず海外でも有名なヒットしたようなゲームが数々手掛けられているというような非常に新進気鋭のゲーム制作会社になっています。それではまずは左側ソニーとの関係性について詳しく見ていきますと、先ほど申し上げたように角川の子会社、持ち分は 69% 程度となっています。それに対してここ数年何度かソニーも資金投入を行ってきたということで、幾分か株式を持っている。それが 14% 程度。だいたい300億円程度の資金投入を行っています。また、フロムソフトウェアの株式発行によって、ここまで行ってきた資金調達の中には、ソニーが中心ではありますが、もう一つ、テンセントの子会社、香港拠点のゲーム制作会社をかませてですね、こちらのフロムソフトウェアに資金投入を行っているこちらの株式保有分は 16% 程度となっています。一方で、右側、バンダイナムコとの関係性に関しては、先ほども申し上げた通り、ゲームの開発であったり、販売網におけるリソースの提供ということなので、どういった形になっているかと言いますと、本来フロムソフトウェアに力があるのであれば、先ほどご紹介したような世界中で有名となっているゲームタイトル、こういったところを自らの販売網で売り広げることができるわけですが、フロムソフトウェア自身ではまだそこまでの力はないということなので、バンダイナムコの協力を得て、フロムソフトウェアが開発したゲームというのを海外に売り出しているという状況ですので、世界中で生み出される先ほどの有名タイトルからの収益源というのは、一旦バンダイナムコを経由した上で、一定程度お金を抜かれた形で、フロムソフトウェアの収益につながってくるということで、一応これが足かせになっているという形ですね。そしてこの契約
というのが27年度まで続くというふうになっている状況です。ですので、角川からしたら、この27年度までバンダイナムコに取られているフロムソフトウェアの開発したゲーム収益というのが、存在としては邪魔なわけですね。とはいえ、フロムソフトウェアの実力及びバンダイナムコの海外におけるシェアというのを確認してみますと、まず左側、国内のゲームソフト販売シェア、フロムソフトウェア赤のパイチャートですけれども 2.2% と、それに対して任天堂やポケモン、スクエニ、そして4番目にバンダイナムコと来ていますが、大手のところがかなり占めていると。一方で右側、アメリカにおけるゲームソフトの販売シェア、こちらでも任天堂が圧倒的に強くて、その後にソニーが2番目に続きます。その後は海外のエレクトロニックアーツ、テイクツーインタラクティブ、そして6番目にバンダイナムコが来るわけですね。そうするとアメリカでゲームソフトを販売するには、バンダイナムコを介した方が販売網としては非常に効率的な現状のわけです。これがフロムソフトウェアからすると自社ではできないですけれども、ソニーがもし買収すると、これはソニーが販売網を提供できると。なんならバンダイナムコよりも手広くできるシェア状況になっているわけですね。ではここからは具体的な数字ご覧いただきますと、例えば角川ですけれども、業績推移ご覧いただきますと、こちら25年3月期以降は予想の数字になりますが、右軸の営業利益グラフご覧いただきますと、こちら単位100万円ということで、200億近くですね、27年3月期に跳ね上がると。この不連続な予想推移というのは、先ほど申し上げたバンダイナムコとの27年までの契約、これが切れて、フロムソフトウェアからの収益200億円が上積みされるという予想になってきます。完全にバンダイナムコが足元のフロムソフトウェアの収益を食っている形になっているわけですね。これに対してソニーが角川を買収するというふうになっていますけれども、この200億円年間得られるのに対して、角川の買収にかかる費用というのはだいたい6000億円と推計されています。ですので、単発でこのフロムソフトウェアを得るためだけに6000億円かけるのが効率的なのかどうかというのが非常に正式発表されるまでは判断分かれるところかと思います。角川にはゲーム以外にもアニメ関連ありますが、そこまで集英社などの他社と比べても大きいタイトルではないと、中規模のものを積み上げていくようなビジネス形態になっていますので、そのあたりとソニーとのエンタメの親和性というのを含めた判断になってくるかと思いますので、その判断においてもしちょっと6000億円出すには効率的ではないなというふうなことになると、角川の株価、今お持ちの方は注意になってくるかと思います。それではバンダイナムコとソニーにおけるこの200億円フロムソフトウェアの行方、これがそれぞれの業績に与える影響と株価に対するインパクト、計算簡単にしてみますと、バンダイナムコは左側でソニーが右側、そして右上に15.9 倍、16.4 倍と書いているのが PR になってきます。そうすると、売上高と書いていますけれども、こちら営業利益の間違いですね。失礼しました。こちら200億円減るというふうになると、だいたいバンダイナムコは900億円程度。ですので、2023年の水準に戻る形、24年3月期からは減りはしますけれども、増収増益の状況には変わりないと。この割合に伴って1株当たりの利益は30円程度下がるということなので、PR16 倍をかけると 30×16 ということで450円ぐらいは株価に対してインパクトあってもおかしくない水準。ですが足元直近の高値からは2、300円程度の下げですので、7割ぐらいの折り込みかと思われます。一方で右側のソニーに関しては、企業規模が10倍程度違いますので、同じ200億円でも1株当たりの利益に対するインパクトは3円ということで、せいぜい株価に対するインパクト上がっても4、50円程度という形になります。それよりは、フロムソフトウェアに限らず他のアニメ関連、エンタメ関連でのシナジー効果含めた判断になってくるかと思いますし、6000億円の払いというのが、一応 S&P 格付け会社からすると、
財務状況に対するインパクトはほぼ皆無ということで心配することのない規模ではありますが、一応そのあたりの資金調達の方法なども含めて、この話題、ソニーの株主にとってもしばらく注目になってくるポイントかと思います。そしてバンダイナムコの方ですけれども、200億円減るということで、営業利益の推移チャートでご覧いただいても、オレンジから黄色に下がるというわけですけれども、元々の予想されていた水準から大きなインパクトではありますが、バンダイナムコという会社からすると、過去の推移ご覧いただいても2020年、21年よりは全然まだ上の水準ということで、企業にとって大打撃を受けるようなイベントではないと、そんなに過剰反応する必要はないのかなというところです。ということで実際発表以降の株価推移ご覧いただきますと、こちら、バンダイナムコに関しては一時 5% 近く下がるタイミングがありましたけれども、若干持ち直しつつ下がりつつという状況。一方でソニーに関しては非常に堅調な推移を続けています。ということで、どちらかというとシナジー効果を評価している現状ですね。またバンダイナムコに関しても一旦大きく下げましたけれども、ソニーに取られることになるとはいえ、中長期的にはそこまで大きなインパクトにならないというような判断になっているかと思います。またもう一社ですね、角川の株価推移ご覧いただきますと、こちら、買収される銘柄となってきますので、当然株価跳ね上がって 30% 以上の株価上昇、3000円台前半から4000円というところまで上がっていますが、現在足元で4300円程度、どれくらいの株価で買収されるかというところで、マーケットでは4600円程度もあるんではないかというところで、まだ 10% 弱ですね、上昇余地が残されている。こちらの案件買収確定という発表ではありませんので、まだ織り込まれていない部分が数%から 10% 程度残されているんではないかと。そういった現状になってきます。ですので、ゲーム詳しい方であったり、ソニーのやり方ですね。結構過去にも買収を何件かこなしてきていますので、今回の買収の噂というのも買いなんだというふうな自信を持ている方でしたら、角川を仕込んでおくというのも一つ戦略になってくるかもしれません。また角川の子会社フロムソフトウェアが非常に魅力的な存在、新進気鋭で人員増強もしていますし、今後伸びてくるというような着眼点で投資していくという形であれば、角川もしくはソニーの株を注目していくというのも面白くなってくるかと思います。ということで今回はマーケットで噂になっているソニーによる角川の買収案件、どれくらいの株価反応が妥当なのかというところと、今後の注目点についてご紹介いたしました。当チャンネルでは、今回のようなデータ分析を中心に、マーケットの見方であったり、大株主などの仕込み状況なども分析していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価していただいて、今後も当チャンネルの動画お楽しみいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。